皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、このチャンネルで配信している動画に対してコメント欄に書き込みされているある意見について、インスピレーションを感じた内容をお届けしようと思います。ある意見とは応援メッセージではなく、どちらかというと批判めいた内容のコメントです。配信している動画に対して多くの意見があるのは当然であり、私が発信する動画によってそれぞれが何を感じ、どう考えるかのきっかけになることは本望でもあります。いつも応援してくださっている皆様からは勇気をいただいております。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。そして、配信内容についての改善点や批判についてもありがたく受け止めさせていただいております。しかし単なる個人攻撃の色合いが濃いコメントは、チャンネル内で表示がされないよう設定しています。今回このチャンネルの投稿欄にたまに寄せられる、不安を煽るな、お前がネガティブな考え方をしているから批判されて当然だ、といった感じのご意見をいただいていますが、それらのコメントを取り上げて、今後私たちが生き延びるために必要な考え方を再確認できればと思います。この動画で取り上げるトピックは、1、ネガティブ情報の取り扱いについて、2、過去の危機的状況と今現在起きていることとの違い、3、どのように考え行動していけばよいか、4、今後世の中はどうなっていくのかについて情報をシェアしていきたいと思います。ネガティブ情報とは、通常言われる業界用語としての意味ではなく、世界で起きている良くない情報という意味で使っております。ネット上では、本当に様々な情報が飛び交っており、どのように解釈すればよいか迷っている方も多いのではないでしょうか。それは私も経験したことでありますので、この動画を通じて今この世の中をどう生き抜いていったらよいかをお伝えできればと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回の動画は、これから多くの試練が同時多発的に起きると言われている時代にどのように考え行動していけばよいかをお迷いの方にとって参考になると確信しています。こうして YouTube のプラットフォームを使用させていただき情報を発信してみると多くの学びが得られます。情報を発信する立場になって分かったことは誹謗中傷を受けるリスクが思った以上にあるということです。さらっと流せる性格の人ならいいのですが、気になる人にとっては結構試練となります。どちらかというと私は弱い方だったかもしれません。過去形で言ったのはかつてそうだったということです。今は特に問題なくいられます。大体が他人と 100% 意見が合うことを期待する方が現実的ではないことを悟ったからです。この動画を作ったのは、不安を煽るな、考え方がネガティブすぎるという書き込みに対して気づきがあったからです。どういうことかというと、そういった誹謗中傷とも言える書き込みをされ、逆になぜそのように受け取るのだろうかということについて考えることによって、より自分の考えや生き方を明確にできたということがあり、むしろ感謝の念が湧いていますし、そう思った経緯をお伝えできればと思いました。皆さんはこのチャンネルでお送りしている動画の内容についてどのように感じていますでしょうか。例えば食料危機、水道光熱費の高騰、物価の高騰により生活困窮者が増加する、自己破産者が増加する、世界大戦が勃発する、人口を減らす計画がある、など、聞いていて決してハッピーになれる内容ではないことは間違いありませんよね。そしてチャンネル名でも謳っている通り、真実を知り、身の安全を考えることをテーマにしており、どちらかというとポジティブに物事を考えているつもりですが、一部の方にはそう解釈されていないようです。私は周囲の人と話をしていて平和ボケしている日本人の多さにいつもびっくりするのですが、野生の動物は生きるか死ぬかの中で種の存続を第一優先で生きています。なので草食動物は水辺で水を飲んでいる最中でも警戒心を怠りません。そこを狙っている肉食動物がいるからです。ところが人間は食物連鎖の頂点に立っているためか警戒心がなさすぎだと思います。特に先の大戦から80年近くも平和で暮らすことができている日本においてはなおさらです。ところで皆さんは設立から10年後の会社の存続率をご存知でしょうか。たったの 6.3% だそうです。ちなみに3年で 65%、20年で 0.39%、30年経つと 0.025% と言われています。つまり創業からわずか10年の間に9割近くの会社が廃業、倒産するということです。びっくりしますよね。
そして長期にわたって生き残ることができている経営者の共通したマインドというのは、来年も生き残れる保証はないと危機感を抱いているというのです。これらの経営者のマインドはネガティブと言えるのでしょうか。このチャンネルでお伝えしている世界情勢、例えばダボス会議で何を決められており、日本においては政府が行っている食料安全保障の取り組みはどうなんだという情報は、私たちにどんなことが起きてくるのかという、いや起き始めているのかということの事実です。それらの情報から見出される近未来予想図は決してパラダイスではなく、腹をくくって向き合わないと生き延びることはできないと思います。冒頭でお話ししたように、私たちにとって決して良いことではないことが起きる可能性があるという視点が、果たして不安を煽ることになるのか、性格がネガティブなのかということです。社会情勢を全く考えず楽観的に生きることができている人は、その代わりにお勤めの社長さんか他の誰かが毎月必死に対策をしているおかげで給料が発生しているということを知らないのかもしれません。私は今起きていることは、私たちにとって決して良いことではありませんが、数年後には良くなっていくと確信しています。なぜそう思うのかという根拠はしっかりあるのですが、証明しようがないので都市伝説とでも言われると思いますから言いませんが、2020年のアメリカで起きた選挙のことで強く確信しました。当時の選挙ではあからさまな不正が証明されているのにもかかわらず、それがまかり通っているという現状、最悪なことに司法も機能していない状況を見たときに、私たちの知らないところで何かが起きていると思いました。お注射の件もそうです。虫を食べる話もそうですが、やたらと焦っているという空気を感じませんでしょうか。ウトロの戦いも、その背景にはテレビ、新聞では報じられていない真実があるのです。わかりやすく言えばろくでもないことを考え実行している輩たちが、この世から一掃されている最中だということです。それには痛みも伴うことになるのですが、それが今私たちに降りかかってきている、これから起きる試練と言っていいものだと思うのです。事実、日本は西側の集団防衛チームに入ることになる雰囲気になってきていますよね。これは何を意味しているかというと、戦争当事国になるということです。日本に戦火が広がるかどうかは置いておいても、物流が麻痺することは容易に想像できます。つまり食糧危機が起きるということです。食糧危機につながるあらゆるセクターに危機が迫っているので、高い確率で飢えと向き合うことになるでしょう。金融危機のセクターから見ても、前回動画で触れたように1929年の世界恐慌、2007年の世界金融危機の両方に共通していることは、そのきっかけとなった出来事から1年というタイムラグがあって世界中をパニックに陥れていたということです。今年の3月にアメリカの銀行3行の破綻、クレクレスミスの破綻が起きました。今回の金融危機は、その規模が宇宙天文学的になると思います。ソイツ銀行や隣の国のバブルが弾けることも加わりますから、1年というタイムラグは必要ないかもしれません。それらの事実はどう考えても楽観視できませんし、最悪の事態は起こらないことを望みますが、残念ながら起きるでしょうし、引き起こされることになるでしょう。戦争というセクターを見ても世界大戦となる確率はかなり高いと思いますから、並々ならぬ大波が襲ってくるでしょう。これらの大波を乗り越えるには、私たち庶民は備えるしかありません。私が考える必要な準備とは、1、食料備蓄。当初1年くらいは最低必要だと過去の動画でも言っていましたが、今は2年分必要ではないかと考え始めていますし、行動しています。何をどのようにというのは過去動画を見てほしいのですが、ある動画でパスタが候補として抜けていたことを視聴者様からご指摘受けましたが、パスタは必須です。缶詰については、私の住むエリアのスーパーでは非常に種類が減ってきているのを感じています。やたらとサバ缶とシーチキン缶が多く他のものが品薄であることを感じています。2、電気、ガス、水の供給ストップ。混乱の中では停電はつきものです。電気がない生活は精神的にもダメージが大きいので、ソーラーパネル、ポータブル電源、発電機、カセットガスなどは必要でしょう。水に関しては川の水でも飲むことができる浄水器を準備した方が良いと思います。3、冬対策。これから夏を前に冬支度の話をしますが、今年の冬は光熱費の高騰や戦争によって暖を取るのも大変になるかもしれません。冬が来る前に暖かい靴下、内側がアルミ箔でできているインナージャケット、手袋など暖房が使えなくなった場合を考えた対策もしておいた方が良いと思います。戦争が起きると普通に買えたものが輸入できないし、原材料がなくて生産ができないからです。4、金融危機のセクターの混乱を考えると収入が激減する可能性があります。
前回動画で不動産についての話に触れましたが、これに関しては個人の置かれている状況で正解はそれぞれで何が正しいかを判断するのは難しいのですが、私は今現在賃貸住宅に住んでおり、収入が途絶えることになった場合、追い出される可能性もあります。選択肢としてはいわゆる田舎への移住も視野に入れています。そこで安い中古住宅を購入という選択です。現金で買える程度のもので十分です。ただここには多くの危険要因がありますので、詳細は割愛し、方向性だけお伝えしておきます。こうして列挙していても他にもまだまだお伝えしたいことがありますが、今回はこのくらいにしておきます。最後に、今後はどうなっていくのかということですが、2年か3年間の試練を乗り越えさえすればきっと世の中は一変していると思います。もちろん良い方向にです。なので私の計画としては、とにかく2年生き延びるということです。最悪その分の食料を確保できていればなんとかなるだろうというものです。その途中過程で多くの方がこの世からいなくなってしまうでしょう。日本においても生活困窮者が増えるということは、治安がかなり悪くなるでしょうし、それは今現在のアメリカを見ればよくわかります。カオス状態になっている都市が出始めており、衛生的にも治安的にもまともな人が住める状態ではありません。日本においては、アメリカやイギリスで起きているようなひどい状態になるかどうかは全く予想できませんが、最悪な状態とはどんな状態なのかは皆さんの想像力にお任せするしかないと思います。何事もなく世界に平和が訪れることを望みますが、現実的にそれは無理だと思いますので、各自想像力をフル稼働させて備えてください。いかがだったでしょうか。今後起こりうる試練を予想して対策をすることを進めることが不安を煽るということになるのか、またはそんなことを考える性格がネガティブすぎるのかということについて皆さんはどのように感じたでしょうか。私は建築関係の業界に長いこといて危険予知訓練を受けています。現場に潜む危険因子を素早く見つけ、労働者の安全確保を図るというスキルです。このチャンネルでお伝えしていることはまさにそのような視点で情報を処理しているつもりです。工事管理人の責務は、労働者がいかに何事もなく仕事を終え、家族の待つ自宅に帰すかということが大事なのです。このチャンネルでは、守るべき大事な人、家族がいる方に対して情報を発信しています。そのような情報は不要と考えるなら、それはそれで個人の判断で良いと思います。もはや良い悪いという次元の話ではないと思われます。伝えたい内容をうまく表現できているか分かりませんが、この拙い説明でも何か感じることがあった方は食料備蓄を急いだ方が良いと思います。食料備蓄だけではなく、他にもやることが多く予算も必要になるでしょう。そんな金銭的な余裕がないという人でもダブルワークするなどできることを考えてみてください。それぞれが抱える問題は様々でしょうから、自ら考えるしかありませんし、それが試練の一つなのかもしれません。皆様からのコメントは間違いなく全て拝読させていただいております。そこからひらめきをいただいたり、時には反省し、改善するためのアイデアにもなっています。本当にいつも応援していただきありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。